チンギス・ハンとモンゴル帝国の攻防世界史解説第1章誕生と幼少期。チンギス・ハン本名テムジン、1162年頃生誕はモンゴル高原東部ケレートやタタルといった有力部族に囲まれた草原地帯で生まれた。父は部族長エスメイ、母はホエルン。テムジンはボルジギン氏族に属し、出生の段階では決して帝王の座を約束された存在ではなかった。幼少期の運命を大きく変えたのは父エスゲイの死である。エスゲイはタタル族との和平の席で毒を盛られて急死した。まだ9歳であったテムジンは部族を率いるには若すぎ、父の死によって部族の多くは離反し、母と兄弟たちは孤立した。家族は遊牧民にとって致命的な放逐の状態に追い込まれ、わずかな家畜で生き延びるしかなかった。この時期、テムジンは飢えと寒さに耐えながら生き残る術を学んだとされる。遊牧世界では部族の絆を失うことはすなわち死を意味する。彼は幼くして信頼できる仲間を持つことの重要性と裏切りの恐ろしさを体験し、後の部族統合政策において忠誠と恩賞を重視する方針を固める基盤となった。また資料伝承碑誌には少年テムジンがイボアニ・ベクテルを殺害する逸話が記録されている。これは単なる兄弟喧嘩ではなく、家族内の主導権をめぐる争いであり、彼の冷酷な決断力を示すものと解釈されることが多い。後のチンギス・ハンの城を超えた統治姿勢の原点はこの頃すでに芽生えていた。この過酷な幼少期を経て、テムジンは部族社会の掟と弱肉強食の現実を体得した。後に彼がモンゴル高原を統一し世界帝国を築き上げる力の源泉はこの孤立と逆境の時代に培われたのである。第2章部族間構想と権力の確立。幼少期の逆境を乗り越えたテムジンは成長とともに父の盟友や母方の親族を頼りつつ徐々に勢力を再興していった。最初の大きな支えとなったのはケレート族の有力者トーリル、後のオンハンであるエスゲイと旧交があった。トーリルは若きテムジンを庇護し彼の活動を後押しした。テムジンの特徴は従来の遊牧世界に見られる血縁中心の緩やかな連合ではなく、実力と忠誠に基づいた軍団組織を築いたことである。彼は実進法軍制を導入し、10人アルバン、100人ジャグン、1000人ミンガン、1万トゥメンという編成に再編成した。これは遊牧民の従来の部族単位を超えて兵を組織する革新的な制度であり、彼の軍事的強みとなった。また彼は戦利品の分配を公正に行い、出自や血筋にかかわらず功績のある者には地位や恩賞を与えた。このメリットクラシー実力主義は多くの戦士を引きつけ、従来の部族長に対抗する勢力を形成した。しかしモンゴル高原は常に流動的であり、同盟と裏切りが繰り返された。テムジンとオンハンは一時は強固な同盟を結んだが、次第に対立が深まり、ついには宿敵となる。また当初の友であったジャムカも後に最大の敵対者へと変わっていった。ジャムカは貴族的な旧来の秩序を重んじたが、テムジンは能力本位の組織を施行し、この価値観の違いが両者の決裂を招いたのである。1187年頃、ジャムカとの決戦ダランバルジュとの戦いが勃発。テムジンは当初優勢であったが、ジャムカ側の巻き返しに遭い、7万人を超える仲間を虐殺されるという大敗を喫した。この悲劇はテムジンの勢力に壊滅的打撃を与えたが、彼は生き延び再起を図る。以後テムジンは一度の敗北に学び、より慎重かつ戦略的な行動をとるようになる。やがて再び勢力を盛り返し、ケレート、ナイマン、メルキトといった有力部族との抗争に勝利を重ねていった。1201年にはクランカーンを名乗ったジャムカとの最終的な決戦に臨み、これを打ち破る。捕らえたジャムカに対してテムジンは拷問ではなく血を流さずに殺せという命を下した。これは遊牧民の掟を尊重した行為であり、同時に彼の権力者としての冷静な判断を示す出来事でもあった。こうして1200年代初頭までにテムジンは次第に草原の覇権を確実なものにし、やがて大藩即位へと至る道を切り開いたのである。第3章初期遠征と聖火金への攻撃。1206年テムジンはついにモンゴル高原の主要部族を統一し、チンギス・ハン・大ファーンの称号を受けた。
これによってモンゴル帝国が成立し、以後の大征服時代が幕を開ける。彼の最初の標的となったのは西夏王国タングート族であった。西夏は中国西北部オルドス地域を中心に強固な城塞と交易路を支配しており、モンゴルの南下に立ちはだかる存在だった。チンギス・ハンは1209年に遠征を行い、西夏を圧迫。西夏王は降伏し、形式的にモンゴルに侵入することとなった。これによりモンゴルは中国本土への進出の足がかりを得る。次なる大敵は華北を支配する女真族の金王朝である。金は当時中国北部で最強の勢力を誇っていたが、内部には漢人や契丹人など多様な民族を抱え、統治に不満が蓄積していた。1211年、チンギス・ハンは大軍を率いて金に侵攻。万里の長城を突破し、華北平原に進出した。モンゴル軍の戦術は従来の遊牧戦法をさらに進化させたものであった。騎馬級兵の迅速な機動戦、偽装退却による敵軍の誘引、厳格な情報伝達網。金軍は大軍を擁しながらも遊撃戦を得意とするモンゴルに翻弄され、次第に守勢に追い込まれた。1215年には金の中枢都市中都、現在の北京が陥落。金王朝は首都を辺境、海風に移して抵抗を続けたが、以後の勢力は大きく後退した。華北の広大な地域がモンゴルの支配下に置かれたことで、チンギス・ハンの帝国は一気に国際的影響力を高める。この時期の遠征には略奪や虐殺といった苛烈な行為も伴った。投降を拒んだ都市は徹底的に破壊され、住民が皆殺しにされることもあった。こうした恐怖支配はモンゴルに対する敵の抵抗を弱める効果を持つ一方、後世に破壊者チンギス・ハンという強烈なイメージを残すこととなった。西夏、金への攻撃によってモンゴル帝国はユーラシア東方で確固たる地位を築き、さらに遠く西方へと目を向けるようになる。ここから中央アジアへと続く大遠征の時代が始まるのである。第4章、中央アジア遠征。オラズム・シャー朝との対立。1218年、モンゴル帝国は西方のオラズム・シャー朝、現在のイラン、中央アジア一帯を支配した王朝と接触した。はじめ両国は交易と外交を通じて友好関係を築こうとしたが、サマルカンド近くのオトラルで事件が発生する。モンゴルから派遣された商人使節団がオラズム総督によってスパイ容疑をかけられ殺害されてしまったのである。チンギス・ハンはこの不当な行為に激怒し、1219年に大遠征を決意した。これがモンゴル軍の中央アジア征服戦争の始まりである。サマルカンド、ブハラの陥落。モンゴル軍は数万の精鋭を率いて中央アジアへ侵攻。伝統的な大軍同士の衝突ではなく、複数の機動軍団を分散して同時進撃させる戦術を展開した。まず攻略されたのはブハラ。現朝筆史によれば、チンギス・ハンはモスクに登り、集められた市民に対して、私は天の罰として使わされたものだと語ったと伝えられる。この演説は事実かどうか議論があるが、モンゴルの恐怖支配を象徴する逸話として有名である。続いて、サマルカンドが包囲されると、都市の防衛軍は数に勝っていたにもかかわらず、士気が低く、モンゴルの心理戦、機動戦に翻弄されて降伏。こうして中央アジアの要衝都市は次々と陥落した。徹底的な破壊と恐怖支配。モンゴル軍は都市の抵抗に対して苛烈な報復を行った。降伏を拒んだ都市は住民を大量虐殺し、徹底的に破壊した。これにより他の都市や部族は戦わずに降伏することを選ぶようになり、恐怖による制圧が戦略的に機能した。同時にモンゴル軍は降伏した職人や学者を生かして帝国へ移送し、帝国の技術基盤を強化した。残虐さと実利的合理主義の両面がこの遠征には見られる。カスピ海方面とカフカス遠征。モンゴル軍の一部はさらに前進し、カスピ海沿岸やカフカス地方へ進出。グルジア王国を破り、アゼルバイジャンやアルメニアにまで侵攻した。この遠征でモンゴル軍の名は中東やヨーロッパにも響き渡り、草原の騎兵軍団への恐怖は世界的に広がった。遠征の意義。中央アジア遠征はモンゴル帝国を単なる遊牧国家から世界帝国へと押し上げる転機となった。
オラズムシャー朝は事実上滅亡し、シルクロードの交易路はモンゴルの支配下に置かれる。これにより東西交流が飛躍的に促進される一方、破壊された都市や殺戮の規模は膨大で、数十万人規模の犠牲者を出したと推定される。この遠征を通じてチンギス・ハンの名は破壊者と同時に大征服者として世界史に名を残した。第5章、ヨーロッパ遠征の方がカスピ海を越えて中央アジア征服を終えたモンゴル軍の一部はその勢いのまま西へと進軍した。1219年から1223年にかけてスブタイ、スベーテイとジェベといった名将が率いる部隊はカスピ海を迂回しコーカサス地方に侵攻。グルジア王国を破りアルメニア、アゼルバイジャンを蹂躙した。この進軍は単なる略奪ではなくモンゴル帝国の軍事偵察としての性格を持ち、ヨーロッパへの初の大規模遠征の布石となったカルカ川の戦い。1223年、モンゴル軍はさらに北上して黒海北岸へと進出し、ここでルーシ諸公国、ロシアの公国連合と接触する。1223年、カルカ川の戦いが勃発。キエフ大公を中心とするルーシ諸公連合軍、さらにポロベス、キプチャク騎馬民族が結集し、モンゴル軍を迎え撃った。しかし、モンゴル軍は得意の偽装退却戦術を駆使して、連合軍を誘い出し、疲弊したところを反撃して壊滅させた。この戦いで、ルーシ側は大敗し、多くの高校が捕らえられて処刑される。カルカ川の勝利によって、モンゴル軍の名声と恐怖は、東ヨーロッパ全域に広まった。だが、モンゴル軍は、そのまま前進せず、中央アジアへ帰還している。これは、遠征が本格的な征服戦争というより、偵察と軍事試験の意味合いが強かったことを示している。ヨーロッパへの衝撃、カルカ川の敗戦は、東欧世界にとって大きな衝撃であった。重装備の騎士や多数の歩兵を誇るルーシ諸国が数で劣るモンゴル軍に完敗した事実は、草原の軍隊が持つ圧倒的な機動力と戦術の革新性をヨーロッパに知らしめる結果となった。西欧においてもモンゴルの存在は東方の脅威として伝えられ、キリスト教世界ではタタールの恐怖が語られるようになる。これが後のフビライやバクによる本格的なヨーロッパ遠征の前触れとなった。遠征の意義。この時期のヨーロッパ遠征はモンゴル帝国の直接的支配を目的としたものではなく、帝国の西方における軍事的可能性を試す予行演習であった。しかし、その破壊力と恐怖は十分に示され、以後のユーラシア情勢に決定的な影響を与える。この遠征を通じて、モンゴルはアジアの大帝国から世界規模の脅威へと認識を変えられたのである。第6章、チンギス・ハンの首都後継、成果再遠征と最後。1226年、チンギス・ハンは成果タングートの反抗を鎮圧するため大遠征を開始した。すでに老齢に達していたが、帝国の威信を示すため自ら出陣しているモンゴル軍は成果の主要都市を次々に攻略し、圧倒的な軍事力を誇示した。しかし遠征の最中、チンギス・ハンは病に倒れる。死因については明確ではなく、落馬による負傷説、戦勝悪化説、あるいは病死説など複数の説が伝わる。1227年、彼はついに息を引き取った。享年は65歳前後とされる。秘密の埋葬。チンギス・ハンの死は帝国において重大な機密とされた。敵国に隙を見せぬため、死の直後も存命中と装って軍を進め、遠征を完遂してから死去が公表されたとも伝わる。遺体は故郷モンゴル高原に運ばれ、密かに埋葬された。伝承では、葬列の通った道の人々を皆殺しにして秘密を守ったとも言われるが、これは史実性に疑問が残る。ただ確かなのは、墓の所在は今もなお発見されていないという点である。後継者問題。チンギス・ハンは生前から後継者選びを重視していた。長男ジュチは有力な候補であったが、出生をめぐる疑惑や父との確執もあり、信頼が揺らいでいた。結局、三男オゴデーが後継者に指名される。オゴデーは穏健で調整力に優れ、帝国を統治する人物としてふさわしいとみなされた。1229年、クリル隊大集会において、オゴデーが大ハーンに即位。
これによりチンギス・ハンの築いた帝国はそのまま維持され、さらに拡大の道を歩み始める。帝国の継承と拡大の基盤。チンギス・ハンの死は一人の大征服者の終焉であると同時に、モンゴル帝国の制度的統治の始まりでもあった。軍政、実心法の編成、法典、野さ、信仰の自由と多民族支配の柔軟性、これらの制度はオゴデー以降の子孫に引き継がれ、帝国を一時的にでも世界最大の藩都に押し上げる基盤となった。第7章、モンゴル帝国の拡大と四王藩国、オゴデーの時代。1229年、三男オゴデーが大ハーンに即位すると、モンゴル帝国は再び大規模な征服戦争に乗り出した。オゴデーは父チンギス・ハンが築いた軍政を継承しつつ、国家運営の制度化を進めた人物である。カラコルムを都として整備し、行政組織を導入することで遊牧国家を帝国へと発展させた。軍事面では金王朝を攻め続け、1234年には南宋と連携してこれを滅ぼす。これにより中国北部は完全にモンゴルの支配下に入った。さらに西方ではバトを中心とする遠征軍がヨーロッパへ侵攻し、ハンガリーやポーランドを蹂躙。1241年のモヒの戦いではハンガリー軍を壊滅させ、西欧を震撼させた。しかしオゴデーの死去によって遠征軍は帰還し、西欧征服は未完に終わった。帝国の分裂と支配国。チンギス・ハンの死後から時間が経つにつれ、広大な帝国を一元的に統治することは困難となった。結果、帝国は次第に支配国と呼ばれる分立国家へと展開していく。1、大韓国、モンゴル本土。モンゴル高原と中国北部を中心に、形式上は大ハーンが全帝国を統括する本家筋の国家。都はカラコルムの地に大都へ。2、チャガタイハン国、中央アジア、次南チャガタイの系統が統治、トランスオクシアナ、サマルカンド、ブハラ一帯を支配し、イスラーム文化とモンゴル伝統が交錯する地域となった。3、イルハン国、西アジア、ペルシア、4南トルイのコフラグが建国。1258年にはバグダードを攻略し、アッバース朝を滅ぼす。これによりイスラーム世界は大打撃を受けたが、同時にペルシア文化やイスラーム行政を吸収し、やがてイスラーム化する。4、キプチャクハン国、ロシア草原、黄金の大地、超南樹地のコバトが創設。ロシア諸公国を従属させ、黒海からカスピ海北岸を支配。ヨーロッパとの国際交易に深く関わる存在となった。一つの帝国から世界帝国ネットワークへ。形式上、大ハーンは全モンゴルの宗主であったが、実際には支配国はそれぞれ独立性を強めていった。それでも一時期、モンゴル帝国はユーラシア全域を結びつける国際秩序として機能した。東西交易路シルクロードの安定、遊牧文化とイスラーム、漢文化の融合、技術、思想、宗教の交流、火薬、紙、羅針盤などの伝播。これがいわゆるパクス・モンゴリ化、モンゴルの平和であり、世界史的に大きな意義を持つ分裂の方が、しかし一方で、後継争いや宗教的対立、仏教、イスラーム、キリスト教など経済利益をめぐる対立が次第に顕在化する。帝国は広大すぎるがゆえに統合よりも分裂の方向へ向かっていったのである。第8章、フビライと元朝。フビライの台頭、チンギス・ハンの死後、帝国はオゴデー家を中心に存続したが、次第に後継争いが激化していった。その中で頭角を現したのがチンギスの四男と類の子、フビライ、クビライである。彼は若い頃から中国文化への理解が深く、官人官僚を登用し、定住地の行政運営に力を入れた。1251年、兄門家が大ハーンに即位すると、フビライは南宋攻略を任される。モンゴル帝国は中央アジアから中東にかけて領土を拡大する一方で、中国本土の征服を最大の課題としていたのである。南宋との戦い。南宋は中国南部を支配する強国であり、豊かな経済力と堅固な防衛を誇った。フビライは漢人の知識人や公兵を活用し、河川戦や工場戦術を発展させた。これにより遊牧騎馬戦を主体としていた従来のモンゴル軍は工場戦にも適応した近代的軍隊へと進化する。1271年、フビライは大ハーンを正式に掌握し、中国風の国号として元を立てた。
これはモンゴル国家を中国王朝として位置づける試みであり、彼の統治思想を象徴している。1279年、南宋は崩壊が、イ山の戦いで宋軍が壊滅し、中国全土が元の支配下に入った。これにより、漢民族の歴史上初めて外来民族の遊牧国家が中国全土を統治するという前例のない状況が生まれた。元朝の政治と社会。フビライは都を大と現在の北京に定め、中央集権的な官僚制度を整備した。行政にはモンゴル人、四季木人、中央アジア系、漢人、南人という序列を設け、漢民族を従属的地位に置く民族差別的統治を行った。これにより支配は安定したが、同時に不満の種を残すことにもなった。経済面ではシルクロードの交易路を整備し、海上貿易を奨励。元の支配下でユーラシア東西の交流は最盛期を迎え、ヨーロッパからはマルコ・ポーロが訪れ、元の繁栄を東方見聞録に記している。対外遠征と挫折。フビライは中国統一後も積極的に改正を行った。ベトナム、ビルマ、ジャワ島への遠征、さらには日本への2度の襲来、文英、弘安の役が試みられた。しかし、これらの遠征は相次いで失敗し、膨大な費用と兵力を浪費する結果となった。フビライの死と元の行く末。1294年、フビライは病没。彼の治世はモンゴル帝国における全盛期であったが、同時に帝国の分裂を決定づける時代でもあった。モンゴル本土や西方の藩国とは次第に連携が薄れ、中国支配に重点を置いた元は事実上モンゴル帝国の中国王朝へと変質していった。第9章、元帝国の衰亡と崩壊。内政の問題と民衆の不満。フビライの死後、元朝は次第に衰退の道を歩み始める。モンゴル人支配層は贅沢に溺れ、後継皇帝たちは短命かつ政治力に欠けるものが多かった。皇位継承争いは激化し、宮廷内部でのクーデターや暗殺が繰り返された。また、元はモンゴル人を最上位とし、中央アジア系の四季木人、北方の漢人、南宋出身の南人という民族的序列を制度化した。この差別的な統治は多数派である漢民族の不満を強め、各地で反乱が相次ぐこととなる。加えて度重なる遠征、日本、ベトナム、ジャワ島などによる財政浪費と支配地域の広大さから来る統治の困難さが帝国の基盤を揺るがした。自然災害と経済の混乱。14世紀半ばには黄河の氾濫や飢饉、疫病が頻発。特に黄河の大氾濫は河北の農村社会を荒廃させ、農民の生活を直撃した。加えて紙幣交渉の乱発によりインフレが進行し、経済は混乱、民衆の生活は急速に困窮化した。こうした環境の中で各地に宗教的、民衆的反乱が勃発し、社会不安は爆発的に拡大した。黄巾の乱と明の台頭。1350年代、白蓮教を母体とした農民反乱、黄巾の乱が華中、河北で広がる。反乱軍は各地で元の支配に反旗を翻し、群雄割拠の状態となった。その中から頭角を現したのが後の明の創始者、朱元璋である。彼は軍事力と政治力を兼ね備え、次第に反乱勢力を統一していった。大都の陥落と北元。1368年、朱元璋は南京で明を建国。明軍は北上して大都、現在の北京を陥落させ、元の皇帝はモンゴル高原へ逃走した。これにより中国本土における元朝は滅亡した。以後、モンゴル高原で存続した政権は北元と呼ばれるが、中国に再び覇権を取り戻すことはできなかった。元の遺産。元朝はわずか100年足らずの短命な王朝であったが、その歴史的影響は大きい。中国における初の非漢民族による全国統一王朝、東西交易、シルクロード、海上交易の最盛期、ユーラシアを横断する文化交流と技術伝播、火薬、羅針盤、印刷術、疫病も含む。その一方で、過度の軍事遠征と民族差別的政策は帝国崩壊を早めた。こうしてチンギス・ハンが築いた世界帝国の中心元朝は滅び、モンゴル帝国は名実ともに分裂と衰退の時代へと入っていく。第10章、歴史的意義と評価。
世界史上最大の藩とチンギス・ハンとその子孫が築いたモンゴル帝国は13世紀から14世紀にかけてユーラシア大陸の大部分を支配した。その領土は東は朝鮮半島から西は東欧中東に至り、史上最大級の陸上帝国となった。わずか数十年でこの半島を実現した点で世界史上類を見ない軍事的成功である。パクスモンゴリ化と東西交流、モンゴル帝国の支配下でシルクロードは安定し、交易と人の移動が活発化した。これをパクスモンゴリ化モンゴルの平和と呼ぶ。香辛料、絹陶磁器金銀などの物質が往来、火薬ら新版印刷術などの技術が西方へ伝播、イスラーム科学天文学医学が東方へ伝わる。またモンゴル帝国の庇護のもと、マルコ・ポーロのような西洋の旅行者が東アジアへ渡り、世界の知識体系に新たな広がりを与えた。恐怖と破壊の側面。一方でモンゴル軍の征服は徹底的な虐殺と都市破壊を伴った。特に中央アジアや中東の諸都市は壊滅的打撃を受け、人口減少や経済停滞を招いた。恐怖支配は短期的には有効であったが、長期的な統治には不安定要因となった。文化と宗教に対する柔軟性。モンゴルは多民族多宗教を支配するため、比較的寛容な政策をとった。仏教、イスラーム、キリスト教、道教などに信仰の自由を認め、各地の知識人や技術者を帝国に取り込み活用した。これにより文化の交流と融合が促進された。短命な支配の理由。モンゴル帝国は広大すぎるが、故に分裂を避けられなかった。後継争い、民族間の矛盾、経済的負担、環境変動などが複合的に作用し、百数十年で崩壊に至った。短期間に急拡大したが、その体制は永続性を欠いていたと言える。評価の二面性。歴史上、チンギス・ハンとモンゴル帝国は破壊者と世界をつなげた統合者という2つの顔を持つ。征服戦争は未曾有の破壊と虐殺をもたらした。しかし同時にユーラシアを初めて大規模に統合し、交易文化交流の舞台を整えた。この二面性こそがモンゴル帝国の歴史的意義であり、世界史における最大のインパクトである。要約。チンギス・ハンの障害と原帝国の攻防。1、誕生と幼少期。2、部族間構想と権力の確立。3、初期遠征と聖火金への攻撃。4、中央アジア遠征。5、ヨーロッパ遠征の邦画。6、チンギス・ハンの首都後継。7、モンゴル帝国の拡大と支配国。8、不備来と幻聴。9、元の衰退と崩壊。10、歴史的意義。チャンネル登録、高評価お願いします。